現存するダ・ヴィンチのノートは7000ページ以上。1ページに3つから5つのテーマが混在している。解剖図の隣に水の渦。その余白に明日の買い物リスト。幾何学の計算の端に馬の足のスケッチ。一見カオスだ。しかしこのカオスが実は人類史上最も密度の高い思考装置だったとしたら、今日はノートの中に入るダ・ヴィンチの仕事がどのように動いていたのかを解剖する。ダ・ヴィンチが鏡文字を使っていたことは同時代の複数の証言で確認されている。美術史家ジョルジョ・バザーリは1550年に書いた見にくい文字で左手を使って右から左へと書いたもので鏡なしには読むことができないと。なぜ鏡文字だったのか。最も学術的支持を得ている説は左利き説だ。左から右に書けばインクが乾く前に手が通過してにじむ。右から左に書けばそれが防げる。左利きにとって自然な選択だった。ただしこれだけでは説明がつかないことがある。ダ・ヴィンチは他者に向けた文書では通常の方向で書いている。鏡文字は彼が自分のために書く時の文字だった。ノートの構造はさらに異質だった。彼は複数のノートを同時並行で使っていた。ロンドンのビクトリア&アルバート博物館が所蔵するコデックス・ホルスターは5冊組だ。1冊の中に幾何学重力、推力学の計算、馬の解剖スケッチ、舞踏会の衣装デザイン、頭部の解剖記録が混在している。1888年にこのノート群を編纂したジャンポール・リヒターはこう書いた。1枚のページが天文学から始まり、音の法則を経て色彩論で終わる。別のページは腸の構造の研究から始まり、詩と絵画の哲学的考察で終わる。ダ・ヴィンチ自身も1508年のノートに書き残している。これは秩序のない寄せ集めだ。後で各テーマに従って整理するつもりだ。と。整理されることはなかった。しかしこの整理しないことが彼の思考の速度を保っていた。バチカン図書館が所蔵する絵画論の写本を見ると、絵と図が文章に優先している。言葉より先に手が動き、形が生まれ、後から言語がそれを追いかける。観察をまず手で捕まえる。それがダ・ヴィンチの思考の順序だった。完成した絵画は15点に満たない。未完の作品はその数倍ある。ここで重要なのは未完には種類があるということだ。1503年、フィレンツェ共和国はダ・ヴィンチにパラッツォ・ベッキオの壁画制作を依頼した。題材はアンギアーリの戦い。行政長官ピエロ・ソデリーニが委託した大規模な国家プロジェクトだった。ダ・ヴィンチは1505年に制作を放棄した。理由は技法の実験的失敗だ。彼は通常のフレスコ技法ではなく、ろうを溶かした顔料による実験的な手法を壁面に試みた。現存する最古のダ・ヴィンチ伝記を書いたパオロ・ジョービオは1520年代に記録している。くるみ油に溶かした絵の具を頑固に拒絶する漆喰の血管のために不幸にも未完のままだと。これは技術的失敗による放棄だ。次に聖ヒエロニムス。現在バチカン絵画館が所蔵するこの作品は1480年代に着手されたまま放棄された。ダ・ヴィンチが1482年にミラノへ移った際、この絵はフィレンツェに残された。その後、19世紀初頭まで所在の記録がほぼ存在しない。ナポレオンの叔父、枢機卿ジョゼフ・フェッシュがローマで発見したとき、パネルは5つの断片に切断されていた。聖人の体はある古物商の店で箱の蓋として使われ、頭部は別の靴職人の店で椅子の座面カバーになっていた。これは関心の移動による放棄だ。次の場所で次の仕事が始まった。そして最後の晩餐。これだけが完成した。
依頼したのはミラノ公ルドビーコ・スフォルツァ。制作は1495年から1498年にかけて行われた。修道院長はルドビーコ公に苦情を申し立てた。バザーリはこう記録している。修道院長はレオナルドにしつこく迫り、仕事を終えるよう求めた。半日以上試作にふけっているのが奇妙に思え、まるで庭師が桑を下ろすことなく畑を耕すように筆を置いてほしくなかった。ルドビーコ・スフォルツァはこの場所を自家の霊廟と位置づけていた。政治的な必要性が圧力として機能した。これは外部要因による完成だ。未完は3種類に分類できる。技術的失敗、関心の移動、そして外部要因。最後の晩餐が完成したのは例外的な条件が重なったからだった。マッテオ・バンデットは1490年代最後の晩餐の制作を直接目撃した。叔父が修道院長だったため現場への立ち入りが許されていた。後に小説家となった彼はその光景を書き残している。夜明けから日没まで一度も筆を置かず食事も忘れて書き続けることがあった。また2日、3日、あるいは4日間も筆に触れることなく、1日に数時間腕を組んで作品の前に立ち、心の中で人物を観察し批評していた。さらにバンデッロはこう記している。真昼に突然の衝動に駆られて別の場所で仕事中にサンタマリア・デッレ・グラーツィへ直行し、足場を登り1、2度筆を入れまた去っていくこともあった。バザーリはこの場面をこう再構成している。ダ・ヴィンチは公爵に語りかけこう理解させた。最も高貴な天才は最も少なく働くときに最大の成果を上げることがある。心の中で発明を探し脳内に完全な像を形成してから初めて手が動くと。当時の画家はギルドに登録された職人だった。フィレンツェでは医師、薬剤師、香料商ギルドに所属し、契約には完成期日と使用材料が明記され、場合によってはマスター自身の手による描画が義務付けられた。ドメニコ・ギルランダイオ、ペルジーノ、ラファエッロは締め切りを守り、工房助手と効率的に制作を進めた。ダ・ヴィンチは違った。美術史家たちはパトロンたちは相互に警告を送り合っていたと指摘している。彼の不完成壁は当時の業界内で広く知られていた。解剖研究も同じ構造だった。最初の目的は絵を描くためだった。表情、筋肉、動作を正確に描写するための参照として遺体を解剖した。しかし解剖が深まるにつれ目的は変わった。コデックス・ウィンザーに収められた解剖図は606枚。ラ・ヴィンチは1518年晩年のノートに記録している。生涯で計30体を解剖したと。その過程で彼はアテローム性動脈硬化症と肝硬変を世界で最初に記述したとされている。絵のために始めた解剖が医学史に残る発見を生んだ。彼のノートはカオスではなかった。観察の堆積だった。未完の作品も放棄した依頼も次の観察に向かった結果だった。仕事とは何かを成し遂げることではなく、世界を見続ける行為だった。ダ・ヴィンチはそれを生涯かけて実証した。インテリジェンスキュレーターは膨大な情報の宇宙から真に価値ある知識を選びお届けします。教養は知性を磨き人生を自由にする。チャンネル登録はこちら。